こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は7月後半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと7月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。シフトアットミッドナイト7月22日発売日初日からゲームパスに対応します。最大3人の協力プレイで楽しむことができるホラーアクションゲームです。本作では1990年代のアメリカガソリンスタンドを舞台に接客業務や清掃、レジ打ちや雑貨の管理などを行っていくこととなります。ここまでの話だとただの経営ゲームかなと思われそうですが、本作では一般の客に紛れて来店してくるドッペルゲンガーが存在。ドッペルゲンガーを見抜けずにいると襲撃されてしまうため、日常的な接客を行いながらお客様を見定め、ドッペルゲンガーを発見し撃退するといった内容の作品になっています。PV を見ている感じだとだいぶめちゃくちゃな気配が漂っていますね。どんな手触りなのか触ってみるのが楽しみです。ヘルイズアス7月23日からゲームパスに対応します。今作は全体マップやクエストマーカー、コンパス機能などがなく、文字通り手探り状態で探索を行っていくのが特徴の三人称視点のアクションアドベンチャーゲームです。発売から約10ヶ月ほどで早くもゲームパスに追加される形となりましたね。戦闘の方では剣や槍などの武器を使ったり、ドローンを利用することも可能となっています。システム的にも人を選ぶ作品ですし、気になる方はゲームパスで試してみてはいかがでしょうか。ヘイローキャンペーンエボルブ7月29日発売日初日からゲームパスに対応します。初代 Xbox でリリースされたヘイロー1作目のフルリメイク作品です。今回のリメイクではグラフィックが完全に刷新され、現代の美麗な映像でプレイできるようになっている他にも、バトルライフルやエナジーソードなど後続作品に登場した武器の追加にスプリント機能の追加、また迷いづらくなる目的地表示の追加、さらには完全新作となる3つの新ミッションを新規に収録。追加要素はそれだけではなく、遊ぶたびに敵の配置がランダムになったり、ステージ環境に変化が起こるキャンペーンリミックスモードも新たに搭載。こちらは何度でも繰り返し遊べる作りになっていると明かされています。ちなみに今作は最大4人協力プレイにも対応しており、フレンドと一緒に仲良く楽しむことも可能となっています。個人的にはヘイローは対人戦が大好きなので、本作では対人戦は未収録という点はかなり残念ではありますが、今回は TPS モードも搭載されていますし、ヘイローシリーズは触ったことがないという方は今作から始めてみてはいかがでしょうか。ミストフォールハンター7月30日発売日初日からゲームパスに対応します。重厚なダークファンタジーの世界観を舞台にした脱出型のアクション RPG 作品です。本作では財宝を入手するべく仲間たちと協力してモンスターを撃退しながらフィールドを探索していくこととなります。具体的にはフィールド上にモンスターがはびこる中で複数のオンラインプレイヤーも存在する、いわゆるタルコフやアークレイダースのような PVPVE 作品となっています。特徴となるのはファンタジー世界を舞台にしているということもあって、戦闘に用いるのは銃器ではなく剣や弓、それに魔法などとなっており、クラスごとに異なるスキルや装備を利用できると明かされています。基本的には最大3人のプレイヤーでチームを組んで戦っていく形式となっているものの、ソロプレイも可能だと公表されています。コルセアコーブ7月31日発売日初日から PC ゲームパスに対応します。こちらは海賊をテーマにした都市建設シミュレーションゲームです。本作では無人島を舞台にしており、島の中で入手した物資を利用して大砲や望遠鏡などといった海賊活動に役立つアイテムをクラフトし、自身の拠点を拡大していくこととなります。無人島が舞台ということもあって、山や断崖絶壁なんかを切り崩してジップラインを作ることもできるんだとか。また拠点作りだけでなく、海を探索して他の海賊と争うようなこともできるとのことです。
ビースト・オブ・リインカーネーション8月4日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。ゲームフリークが開発を手掛ける和風アクション RPG 作品です。西暦4026年の日本を舞台にしている今作では、汚れ人として疎まれてきた主人公エマとして、相棒の腐食犬クーと共に世界崩壊の原因を探る物語が描かれていきます。戦闘の方ではリアルタイムのアクションバトルにコマンド型の RPG の要素を融合しており、パリーが重要となる激しい戦闘の中で一時コマンド技を選びつつ、慎重に次の手を考えたりするようなこともできるとのことです。マップの方はオープンワールドではなく、ステージごとにマップが分かれている幅の広い一本道だと公表されており、現代で言うと関東地方から京都までの道のりをイメージしていて、日本らしさを感じられるようなエリアも色々と用意されていると明かされています。また、難易度選択も存在しており、アクションゲームが得意じゃない方でも楽しめる作りになっているようです。ちなみにゲームボリュームとしては、クリアまで約40時間ほどを想定しているとのことです。また、7月16日からは、電車アタックが発売日初日からゲームパスに対応しています。こちらはディストピアと化した未来の日本を舞台にしたハイスピード電車アクションゲームです。超高速で走る電車で華麗にドリフトをしたり、ジャンプしたり、トリックを決めまくったりなど、はちゃめちゃでありつつもテンポのいいアクションを楽しめる作品になっています。BGM もすごくいいですし、まだ未プレイの方はぜひ触ってみてください。ここからは7月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。スナイパーエリートレジスタンス。追加から1年半で終了となります。スナイパーが主人公のスナイパーエリートシリーズ最新作ですね。本作は目標の破壊や排除などを行っていくステージクリア型の TPS 作品となっています。うまくスナイプすることによってスローモーションで敵の骨を肉をもえぐる爽快で派手な演出を見ることができるシリーズ恒例のカメラ演出が一番の魅力となる作品ですね。操作性の癖とかゲーム全体の作りとか不満点も多々ありますが、それ以上にスナイプするのが気持ちいい作品でもあります。フレンドと一緒に協力プレイで楽しむこともできますよ。レインワールド追加から1年で終了です。ドット絵のグラフィックで作られた廃墟を探索していくアクションゲームです。本作の主人公はナメクジネコという生物。ゲームとしてはサバイバル要素が多く、マップを探索して食料を確保しつつエリアを進んでいくような作品となっています。マウント&ブレイド2バナーロード。こちらは追加から3年半で終了となります。中世の箱庭世界を舞台にしたストラテジー RPG です。本作は一人称視点と三人称視点、どちらでも自由な視点でプレイすることができ、舞台を指揮して大規模なリアルタイムバトルを楽しむことができます。クルセイダーキングス3、追加から4年半で終了です。こちらも中世を舞台にした歴史ストラテジーゲームです。本作では一族の指導者として中世世界で繁栄する王朝を築き上げていくこととなります。年代としては西暦867年と1066年、そして1178年と3つのシナリオが用意されており、自由に楽しむことが可能となっていますよ。セレステ、追加から3年で終了となります。心の闇と戦いながら山の頂上を目指していく 2D のアクションゲーム。今回外れるタイトルの中では一番のおすすめタイトルです。基本的には移動にジャンプ、そして空中ダッシュを駆使してステージを進めていく作りとなっていて、激しいトラップやギミックをかいくぐり、何度も挑戦をして難所を突破していくような感じ。とにかく世界観や BGM はもちろん、ステージ構成も素晴らしく、非常に完成度の高い傑作なので、未プレイの方にはぜひ見逃さず遊んでみてほしいです。私のフレンドリーなご近所さん、追加から1年で終了となります。
閉鎖された子供向け番組のスタジオを舞台にした一人称のサバイバルホラーゲームです。子供向け番組ということもあって、本作ではパペット人形が敵として登場。銃やレンチを利用してパペットたちと戦いながらスタジオ内を探索していく作品となっています。バックトゥーザドーンブレイクザアニマルプリズン。こちらも追加から1年で終了です。刑務所からの脱獄を目指す RPG 作品です。動物の街が舞台ということもあって、狐の主人公をはじめ、登場キャラがみんな動物なのが特徴ですね。本作では自由度の高い成長システムを利用し、スキルや行動を覚えることが可能。脱獄ルートは複数存在し、エンディング分岐も豊富に用意されています。ということで今回は7月後半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと、7月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、そしてレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録や高評価していただけるとすごく嬉しいです。あと X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。